ねえねえマリサ。なんだレイム。リッチー・ブラックモアって知ってる？ああ、ロックギターのレジェンド、ディープパープルやレインボーで活躍したギタリストのことだな。それでは、今日はリッチー・ブラックモアについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。リッチー・ブラックモアの少年時代ってどんな感じだったの？リッチーは1945年にイングランドのサマセット州ウェストン、スーパー、メアで生まれたんだぜ。ロンドン近郊のヘストンで育ったんだ。彼の音楽の始まりは11歳の誕生日、父親からもらった7ポンドのスパニッシュギターだったんだよな。ギターを手にしたきっかけは父親からのプレゼントだったのね。どんな音楽から始めたの？最初はクラシックギターを習っていたんだ。約1年くらい真剣にクラシックギターを学んだらしい。でも、近所に住んでいたギタリスト、ビッグジム・サリバンからロックンロールのギターも教わり始めたんだ。ロックンロールとの出会いで音楽への情熱が燃え上がったのかしら？そうだな。リッチーはロックの世界にどっぷりハマっていったんだ。特に14歳の時にエレクトリックギター、カール・ヘフナーのクラブ50を手にしてからは、さらに熱心にギターを弾き始めたんだぜ。エレクトリックギターを持って、初めて人前で演奏したっていうのも、すごい経験だったんでしょうね。ああ、初めての演奏は緊張しただろうが、それがまた彼のギタリストとしての成長につながったんだ。エレクトリックギターの魅力に完全に取り憑かれて、腕前をどんどん向上させていった。若い頃からの経験が、後の偉大なギタリストになるための基盤だったのね。その通りだぜ。父親からのプレゼントと、ロックンロールとの出会いが、彼の人生を大きく変えたんだな。でも、それだけじゃなくて、彼の努力と才能が花開いたんでしょうね。ああ、どんな天才でも努力は必要だからな。リッチーもギターを抱えて毎日練習していたらしい。若いうちからの情熱が、後に世界を驚かせるギタリストを生んだんだ。リッチーの少年時代は、彼が音楽に目覚め、ギタリストとして成長していく重要な時期だったんだね。まさにその通りだぜ。この時期に培った技術と経験が、後の彼のキャリアに大きく影響したことは間違いないぜ。リッチー・ブラックモアの少年時代は、彼の音楽への情熱と成長を象徴する時期だったのね。ギターを手にした瞬間から、彼の伝説は始まっていたのね。そうだな。すべては少年時代から始まったんだぜ。リッチー・ブラックモアがプロとして活動を始めた頃ってどんな時代だったの？彼の下積み時代は1961年から1966年まで続いたんだぜ。この頃、リッチーはギブソン ES335 を手に入れてから、地元のバンドやセッションを通じてキャリアを積み重ねていったんだ。はじめはどうやってバンドに入っていったの？最初はローカルバンドで活動してたけど、1961年にドイツのハンブルクに渡って、そこでスクリーミングロードサッチと出会ったんだ。彼との出会いが、リッチーのキャリアに大きな影響を与えたんだぜ。サッチって音楽だけじゃなくて、ショーマンとしても有名だったわよね。そうなんだ。サッチは音楽的なスキル以上にステージパフォーマンスを重視するタイプだった。リッチーにも派手なメイクや大きなアクションを要求して、舞台で目立たせたんだ。ショーマンとしての技術も身につけながら、彼はギタリストとしての実力もどんどん上がっていったのね。ああ、その通りだぜ。サッチと活動する傍らで、リッチーは他のバンドともセッションを行い、実績を蓄えていったんだ。例えば、どんなバンドと一緒にやっていたの？有名なところだと、トルネイドースのレコーディングに参加したり、RGM スタジオでトム・ジョーンズやジーン・ヴィンセントなんかとセッションをしていたぜ。彼の名前が少しずつ業界で知られるようになっていったんだな。トム・ジョーンズやジーン・ヴィンセントと一緒に演奏していたなんて、すごい経験ね。そうだろ？でも、まだまだ彼はセッションミュージシャンとして活動する一方で、自分の音楽的な限界を感じていたんだ。自分の音楽を追求したいという気持ちが強かったのね。そうだな。それで、彼は1965年に一度バンドを離れ、自分の道を模索し始めたんだ。
ソロでシングルをリリースしたり、新しいバンドを結成したりして、自分の音楽を見つけるための試行錯誤を続けていたんだ。彼の試行錯誤の期間が、後の成功につながったって感じがするわ。その過程で彼は自分のスタイルを確立し、やがてディープパープルやレインボーのような偉大なバンドのギタリストとして活躍することになるんだぜ。下積み時代って大変そうだけど、やっぱりその経験が今の彼を作り上げたんだね。その通りだぜ。努力を惜しまず、どんな小さなチャンスでも掴み取ることで、彼はトップミュージシャンへの道を切り開いたんだ。だからこそ、今でもリッチー・ブラックモアは伝説的なギタリストとして知られているのね。そういうことだな。この時期の経験がなければ、今のリッチーは存在しなかったかもしれないぜ。彼の下積み時代の話を聞いて、音楽の世界で成功するためには、努力と情熱が必要なんだと改めて感じたわ。その通りだぜ。リッチーはその両方を持ち合わせていたからこそ、今の成功があるんだ。リッチー・ブラックモアがディープパープルに参加した時の話を教えてくれる？もちろんだぜ。彼がディープパープルに参加したのは1968年のことだ。もともとは、ラウンドアバウトっていうバンドのメンバー探しをしてたんだが、最終的にジョン・ロード、ニック・シンパー、ノット・エヴァンス、イアン・ペイスと共にバンドを組んで、名前をディープパープルに改めたんだ。ディープパープルの代表曲って、どれも聞き覚えがあるけど、この時代が一番人気だったの？そうだな。スモーク・オン・ザ・ウォーターとか、ハイウェイ・スターなんかは第2期に生まれた代表曲だ。この時期、リッチーが中心となって多くの曲を作っていたんだぜ。リッチーのギタースタイルがこのバンドの音楽に与えた影響って大きかったんだろうね。その通りだ。彼のクラシックとロックを融合させた独特のスタイルが、ディープパープルのサウンドを作り上げたんだ。特にハードロックバンドとしての成功は、彼のギターに大きく依存していたんだ。でも1975年にはバンドを脱退してしまったのよね。そうなんだ。実はその前からフィル・ライノットと新しいトリオを結成しようと画策していたんだけど、うまくいかなくて。それでも彼は自分のソロプロジェクト、リッチー・ブラックモアズ・レインボーを結成するためにバンドを去ったんだ。それにしても、ディープパープルはリッチーにとって大きなステージだったわけね。間違いないぜ。彼の音楽キャリアの中で、ディープパープルは大きなターニングポイントだった。そして1984年にはバンドを再結成して再びメンバーに加わったんだが、1993年に再び脱退してしまったんだ。2度目の脱退の理由って何だったの？音楽的な方向性の違いが大きかったんだ。他のメンバーと意見が合わなくなって、結局ソロ活動を再開することになったんだよ。再結成しても、やっぱり彼にはソロの道が合っていたのかもしれないわね。そうだな、彼は常に自分の音楽を追求するタイプだったからな。ディープパープルを離れても、リッチー・ブラックモアの名はずっと残り続けているんだ。ディープパープル時代は、彼のキャリアにとって重要な時期だったのは間違いないわね。その通りだぜ。この時期にリッチーは世界中に名を知られるようになったんだ。彼のギターとディープパープルのサウンドは、ロックの歴史に刻まれているぜ。リッチー・ブラックモアのディープパープル時代は、彼の音楽人生において欠かせない時期だったのね。彼が作り上げた曲とギターサウンドは、今でも多くの人に愛されているんだぜ。リッチー・ブラックモアがレインボーを結成した経緯について教えてくれる？もちろんだぜ。1975年にディープパープルを脱退したリッチーは、ソロプロジェクトとしてレインボーを結成したんだ。ボーカルにはロニー・ジェームス・ディオを起用し、エルフを母体にしたんだよな。ディープパープルとはどう違うの？ディープパープルはバンド全体の合意で進む形だったけど、レインボーはリッチーのワンマンバンド的な色合いが強いんだぜ。彼が主導して音楽的な方向性を決めていたんだ。どんな音楽スタイルを目指していたの？初期のレインボーは、ディープパープルの影響を受けつつも、ブルースロックと中性的な音楽を融合させたハードロックを目指していたんだ。リッチーは常に音楽の進化を追求していて、特に中性風の音楽が彼のサウンドに大きな影響を与えたんだぜ。中性風の音楽って、どんな感じのもの？
リッチーはクラシック音楽やバロック音楽にも興味を持っていて、それが彼のギターに反映されているんだ。特に、虹をかける覇者ってアルバムでは、その要素が強く現れているんだよ。レインボーは長く活動していたの？一度1984年にディープパープルが再結成された時に活動を停止したんだが、1995年にまたレインボーを再結成してアルバムを出したんだ。しかし、1997年にはまた自然消滅の形で活動を停止したんだぜ。再結成の話があったって聞いたことがあるけど、それはどうなったの？クラシックメンバーでの再結成の話が出たこともあったんだが、結局は実現しなかったんだ。ディオやコージー・パウエルの死去もあって、幻のまま終わってしまったんだな。それでもレインボーは、リッチーにとって重要なプロジェクトだったのね。間違いないぜ。レインボーは彼の音楽の実験場でもあり、彼の想像力が存分に発揮された場所だったんだ。リッチー・ブラックモアのレインボー時代は、彼の音楽的な挑戦が凝縮された時期だったんだね。そうだぜ。この時期にリッチーは新しい音楽の可能性を模索し続けていたんだ。レインボー時代のリッチーは、彼の音楽的冒険心が溢れていた時期だったんだね。その通りだぜ。彼の挑戦は今でも多くのファンに影響を与えているんだ。リッチー・ブラックモアがレインボーの後にやっているブラックモアズナイトってどんなバンドなの？ブラックモアズナイトは、1997年にリッチーが婚約者のキャンディスナイトと結成したバンドだぜ。中世の音楽を現代風にアレンジして演奏しているんだ。ギターだけじゃなく、ルネサンス時代の楽器も使っているのが特徴だな。中世の音楽って、ロックとは違う感じだけど、ファンの反応はどうだったの？ロシアやドイツ、チェコではアルバムがゴールドディスクに認定されたりしてるけど、アメリカやイギリスではそこまで大ヒットはしていないんだ。でも、ニューエイジ部門で賞を取るなど、独自の評価を得ているぜ。ニューエイジの賞も取っているのね。日本ではどうなの？日本でもファーストアルバムが10万枚近く売れたんだが、徐々に売り上げは減少傾向にあるみたいだ。でも、熱心なファンは多いぜ。ブラックモアズナイトの音楽って、具体的にはどんな感じなの？イギリス中世の音楽をベースにしつつ、現代のアコースティックな要素を加えた独特のサウンドなんだ。リッチーのギターも健在だが、これまでのハードロックとは全く違う。キャンディスナイトの透き通ったボーカルが印象的だぜ。ロックから一転して、中世風の音楽に挑戦するなんて、リッチーらしいね。ああ、彼の音楽的な好奇心が感じられるだろ？彼は常に新しいことに挑戦するタイプなんだぜ。今も活動は続いているの？ああ、2020年までにライブ版を含めて2桁以上のアルバムをリリースしているんだ。キャンディスとの音楽作りは、リッチーにとって新しい挑戦であり、彼にとって大切なプロジェクトなんだな。ジョン・ロードに捧げた曲もあるのよね？そうだぜ。ダンサー&ザ・ムーンってアルバムに、2012年に亡くなったディープパープル時代の仲間、ジョン・ロードを追悼するインストゥルメンタル曲、キャリー・オン・ジョンが収録されているんだ。彼への思いが込められた美しい曲だぜ。リッチーにとって、ディープパープル時代の仲間たちは今でも大切な存在なのね。その通りだぜ。彼のキャリアの中で、どの時代の仲間も彼にとって大事なんだ。ブラックモアズナイトを通じて、彼は今でも新しい音楽を追求しているんだな。ブラックモアズナイトは、リッチー・ブラックモアの新しい挑戦として、これまでのロックとは違う世界を見せてくれるバンドなのね。その通りだぜ。彼の音楽は常に進化し続けているんだ。マリサ、リッチー・ブラックモアの音楽性ってどんな特徴があるの？彼のギタースタイルはそれまでのロックギターとは一線を画すものだったぜ。ペンタトニックスケール一辺倒だったロックギターにクロマチックスケールやハーモニックマイナーを取り入れ、さらにクラシック音楽の要素も大胆に融合させたんだ。クラシックの要素も入っているなんて、かなり独自のスタイルね。そうだぜ。例えば、バッハのガボットやイングランド民謡、グリーンスリーブスをライブで即興演奏したりして、ロックギターの表現を大幅に拡大させたんだ。彼のクラシック音楽への造形が、ロックの中で新たな方向性を示したんだよ。リッチーは他のギタリストからも影響を受けたの？あ
最初はビッグジム・サリバンの影響が強かったが、エリック・クラプトンのブルースロック的なテクニックも取り入れていったんだ。特にブルースのベンディングやビブラートを自分のプレイに加えたんだぜ。それが彼のスタイルの確立につながったのね。その通りだ。特に第2期ディープパープルのインロック以降の作品で、リッチーのスタイルは完全に確立されたんだ。リッチー・ブラックモアの音楽性は、クラシックやブルースを取り入れた独自のギタースタイルだったのね。その通りだぜ。彼の革新性がロックの世界に新しい風を吹き込んだんだ。リッチー・ブラックモアがジミ・ヘンドリックスから受けた影響ってどんなものがあるの？リッチーは公言している通り、ジミ・ヘンドリックスから多大な影響を受けているんだ。特に彼のギタープレイやパフォーマンスにはヘンドリックスの影響が強く現れているぜ。ディープパープルでは、平常をカバーしたり、スピードキングはヘンドリックスのファイアからインスパイアされているんだ。具体的にどんなスタイルを取り入れていたの？リッチーが使用していたストラトキャスターやギターを破壊するパフォーマンスなどは明らかにヘンドリックスの影響を受けている。特に1969年製のブラックストラトキャスターは彼のトレードマークになったんだ。ヘンドリックスの影響でギターの使い方だけじゃなく、音楽そのものへのアプローチも変わったんだよ。ギターの破壊まで真似するなんて、リッチーらしい大胆な行動ね。そうだな。ヘンドリックスの破天荒なステージパフォーマンスに強い影響を受け、リッチーもその要素を自分のショーに取り入れたんだ。彼のギタープレイが視覚的にも強烈なのは、ジミの影響が大きいんだぜ。ジミ・ヘンドリックスと直接会ったこともあるの？1968年のアメリカツアー中に、ヘンドリックスからパーティーに招待されたことがあったんだ。ヘンドリックスはディープパープルのステージパフォーマンスに感心していたみたいだな。やっぱり、ジミ・ヘンドリックスからの影響はリッチーの音楽に大きな影響を与えたのね。その通りだ。リッチーはジミの独創性やパフォーマンスに触発され、自分のスタイルを確立したんだぜ。リッチー・ブラックモアがジミ・ヘンドリックスから受けた影響は、彼のギタースタイルやステージパフォーマンスに深く根付いているんだね。そうだぜ。彼の音楽における革新性は、ジミ・ヘンドリックスからの影響を大いに受けたんだ。リッチー・ブラックモアはどんな機材を使って演奏していたの？リッチーはフェンダーストラトキャスターを主に使っていたんだ。特に有名なのはラージヘッド仕様のストラトキャスターで、スキャロップドフィンガーボードやトレモロアームの交換など、カスタマイズもしていたんだぜ。ギターだけじゃなくて、他の機材も特別なものを使っていたの？そうだな。エフェクターはイギリス製のホーンビースキューズのトレブルブースターやファズフェイスを使っていた。あと、アイワのテープデッキをエコーマシンとして使うなど、独自の工夫もしていたんだ。アンプはどんなのを使っていたの？彼はマーシャルの 200W アンプを好んで使っていたんだが、レインボー再結成以降はエングルのハイゲインアンプを使うようになった。ピックは別光製のホームベース型を愛用していたんだ。ブラックモアズナイトでは違う楽器を使っているの？ブラックモアズナイトではアコースティックギターをメインに演奏しているんだぜ。彼の音楽性に合わせて使う楽器も変わっていったんだ。リッチーは楽器やエフェクターのカスタマイズにもこだわりを持っていたのね。その通りだ。彼の音楽スタイルを支える機材にも深いこだわりがあるんだぜ。リッチー・ブラックモアの結婚歴について教えてくれる？リッチーは4回結婚しているんだぜ。最初の結婚は1964年にマーギットという女性とで、息子のユルゲン・ブラックモアが生まれたんだが、1969年に離婚したんだ。その後、同じ年にバブス・ハーディと再婚したけど、こちらも別れた。それからどうなったの？1981年に3度目の結婚でエイミー・ロスマンと結婚したが、それも終わり、今の奥さんはキャンディス・ナイトなんだ。彼女とは1989年から付き合っていて、2008年に結婚したんだ。キャンディスとの間には子供もいるの？2010年に娘のオータム・エスメラルダが、そして息子のローリーも生まれているんだぜ。家族と一緒に音楽活動も続けているんだ。リッチー・ブラックモアは、結婚や家族を通じて多くの人生経験を積んできたのね。
その通りだぜ。彼の音楽にもその経験が影響を与えているのかもしれないな。今日はここまでだぜ。マリサ、いろいろと教えてくれてありがとう。いえいえだぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。